今日はトレーニングを始めてなんかニキビがひどくなったみたいな人向けの動画を撮っていきたいと思います。僕ももう思春期から20代はもうずっと赤ら顔みたいな感じで、ここの部分ですね、顎の周りの部分のニキビがひどくて、でいろいろ試しましたね。なんか皮膚科に行ったりとか実際に処方してもそれで良くなったりもしましたし、でも結局通わなくなるとまた戻ってっていうのを繰り返してて、いろいろ試したんですよね。強酸性水、超酸性水みたいなのも試したし、いろんなビタミン剤でも試したし、洗顔も試したんですけど、なかなか良くならなくて、でアメリカに行って当然サプリメントもめちゃくちゃ多いんですよ。薬局で買えるサプリメントの量が日本と比じゃないので、いろいろ試して、生活環境の原因なのかとかストレスの原因なのかいろいろ考えてたどり着いた結果、僕トレーニング向いてないです。トレーニングが体に合ってないです。そしたらなんか元も子もないじゃないですか。僕らトレーニーとかトレーナーの人たちってトレーニングすることが仕事なんで、じゃあどうすんのって言ったら、じゃあなんでニキビができてるかっていうところを突き詰めていくと、ここに関して、この顎に関してはホルモンなんですよ。ホルモンの乱れでニキビが起きてることが多いので、じゃあホルモンなんで乱れてるのっていうところなんですけど、僕の場合はもともと体が華奢で中性で、どっちかっていうと男性ホルモンムンムンみたいなタイプじゃないんですよ。その人がトレーニングをすると体に合ってないんですよ。本来のホルモンバランスが崩れるってことに気づいて、でもトレーニング続けていくうちはテストステロン高まってるんでホルモンが乱れちゃうんですよ。じゃあ僕どうやって改善したかっていうと、ちょっとリンク貼っとくんですけど、この女性ホルモンのバランスを整えてくれるサプリメントがあるんですよ。日本の Amazon でちょっと買えるかわかんないんですけど、これ取り入れてからニキビなくなりましたね。あと考えられるのはウェイプロテインが合ってないっていうパターンが一番多いんじゃないかなって気がしますね。やっぱりトレーニングやってる人はイコールプロテイン、プロテインイコールウェイプロテインで皆さん飲んでると思うんですけど、そもそもウェイプロテインが合ってない人がめちゃくちゃ多いですね。僕もその一人なんですけど、だいたいお腹下すしガス溜まってお腹臭くなってっていうパターンが多くて、もう皆さん当然知ってると思うんですけど、乳糖不耐性なんですよね。乳糖っていう成分が分解できなくて、で消化不良を起こしてっていうところなんで、僕はウェイプロテインはもう3年ぐらい取ってないですね。やめましたね。じゃあ何で取ってんのって言ったら、日本だとこれも馴染みないと思うんですけど、ライスプロテインを取ってます。ライスプロテインね、日本ね米の国なんでもっとあってもいいかなって思うんですけど、全然やっぱ日本だとないですよね。確かマイプロテインかな、イギリスのマイプロテインでは確かブラウンライスプロテインに変えたと思うので、興味ある方は試してみてほしいんですけど、だいたいお腹下してる時点で合ってないんですよ。で下してるイコール吸収できてないんですよ、腸で。それってすごく体にも良くないし無駄になっちゃってるんですよね。どれだけ取ってもやっぱ吸収できなくて全部流れちゃってると本当にもったいない。せっかく取るんだったらちゃんと腸で吸収できた方がいいので、ぜひライスプロテイン、なんか腸とかお腹の調子が悪くて困ってる人はホワイトプロテインに限らなくて大丈夫です。全然筋肥大できます。ライスプロテインにも十分筋肥大するんで、本当に心配しないで試してみてください。おすすめです。そのホルモンバランスの関係なんですけど、僕ら男性も女性も男性ホルモンと女性ホルモン両方常に存在してて、体の中でそれの優位が
トレーニングしたことによってテストステロンがこう上がって筋肉がつきやすい状況になる。で、女性はその基本的に女性ホルモンの方が強い生き物なんで、男性に比べて筋肉がつきづらいよね。でも筋肥大は起こる。なんでかっていうとテストステロン、男性ホルモンも常に存在しているからなんですよ。でその男性ホルモンがその筋肉を作る上でのシグナル、筋肉を発達させるために必要なシグナルになってくるので、トレーニングジムに行って、筋繊維を破壊してコストレベルを高めて、でそこで栄養をとって炭水化物、タンパク質、脂質をとって、でそれが吸収されてその壊れた細胞のところにタンパク質が入っていって繊維が太く強くなって再生して筋肥大が起こる。でこの壊して治すのこのずっとこの繰り返して筋肥大って起こっていくんで、本当にこのホルモンのバランスっていうのはすごく重要になってくるんですね。なのでマルチビタミンとかでも男性アスリート向けの本当にテストステロンを高めるような成分がいっぱい入ってるマルチビタミンあると思います。有名どころだと、オプティマムニュートリションのオプティメンとか、あとマイプロテインですね。マイプロテインのアスリート向けだとかメンズ向け、男性向けのマルチビタミンってその男性ホルモンテストステロンを高めるための素材が入ってるんですけど、僕これダメなんですよ。こういうその男性向け特化型のアスリート向けのやつだともう、テストステロンがこう上がるんですよね。上がるからこそこのホルモンのバランスがめちゃくちゃ崩れて、もうニキビがまた出てきちゃうんですよ。なんで僕は男性用のマルチビタミンをやめました。これもやめてどれぐらいかな、2年ぐらいになるかな。意外と普段使ってるものでそのニキビを誘発するものが意外とこう隠れてて、これもやっぱ僕が長年自分の体で実験してきた体験談なので、皆さん全員に当てはまるかどうかはまた別の話なんですけど、もし試してみたいな、ニキビで悩んでてちょっとやってみたいなって方は試してみる価値はあるかもしれませんね。でも一応やっぱりお医者さんに行って診断を受けてっていうのが前提条件になってくるので、あくまでも一つの知識、引き出しの一つとして捉えていただければと思います。あとこれは多分僕だけなのかもしれないですね。他にあんま聞いたことがないんでみんなに当てはまるとは思わないんですけど、アシュワガンダって最近流行ってるじゃないですか。アダプティブハーブかな。で結構ボディビルやられてる方は取ってる方多いと思うんですけど、僕も試してみたいなっていうので試してて、で取ってる間やっぱニキビ出たんですよね。だ僕の体には合ってなかったんですけど、効果的にはすごい良くて、どういう効果があるかっていうと、これはまた別の動画で詳しく説明するんですけど、リラックス効果があるんで、ストレスに対してすごく効果的なサプリメントなんで試してみたいなと試したんですけど、いやニキビがひどかったです。もう取ったらもう次の日から出てたんで、いやこれはまずいなっていうのですぐやめましたけど、もし取ってる方でニキビで悩まれてる方はちょっと取るのやめてみて様子見ていただければ、もしかしたら改善するかもしれないですね。じゃあどういう人が、男性ホルモンが強くてトレーニング向いてる方なのかっていうと、ヒゲが濃くて、でこの顎とかもこの骨がしっかりしてるタイプだから、骨太で筋肉質、もともと筋肉がつきやすいんですよ。それはやっぱ遺伝的なものもあるし、テストステロン自体がもともと高い人なんですね。だからこういう人は本当にトレーニングすごく向いてて、どんどんやっぱ発達もしやすいし、あんまりホルモンの乱れで肌が荒れるとかっていうのも少ないんですけど、じゃあ中性的な人ってどうかというと、華奢でもともと筋肉つきやすい、だから小学校の時とかでもういるじゃないですか。もう体つきが良くて筋肉もついててっていう人と、もう細くて華奢でみたいな、ヒゲもあんまり生えてなくて
ひげも薄くてみたいな人はやっぱテストステロン値がもともと低いんで、こういう方はやっぱトレーニング始めてニキビが出るパターンはあるかもしれないです。僕と同じパターンで。さっき紹介したその女性ホルモンをコントロールするサプリメントなんですけど、多分皆さん筋肥大とかって起きないんじゃないのって思うんですけど、その心配はないです。僕実際使い始めてもしっかり筋肥大起きてますし、むしろそれからの方がやっぱりこのストレスがないんで、ここに対してのニキビに対してのストレスが減って、やっぱりどんどんトレーニングももっと集中できるようになったんで、心配はしなくて大丈夫です。常に男性ホルモンと女性ホルモンって存在してるんで、そのバランスを調整するだけなんで、いや自分のやったトレーニングの効果が半減するんじゃないか、筋肥大が起こりにくいんじゃないかって僕も最初心配だったんですよ。心配でちょっと手出すの怖いなって思ったんですけど、まあ試してみようってことで試して、そこからニキビは良くなったし筋肥大も起きてるんで、これは僕の体で証明してるので、そこまで神経質にならずに心配にならずに、いろいろ試してみてもダメだった人はやってみる価値はあるかもしれないですね。僕最初すごい疑問だったんですよ。毎日ジム行って汗かいて、で家に帰ってきたらね、一般の他の人よりはヘルシーなもの食べて、そうやって生活してるのになんでこんなニキビができるの？ニキビでき続けるのおかしいでしょ。人よりも何倍も健康的な生活してるのになんでっていうところがあって、でいろいろ試した結果行き着いたのがこのホルモンバランスの崩れでした。なので全員が全員これに当てはまらないですね。本当にここのホルモン系の場所に関してはすごく試してみる価値はあるんですけど、他のところのニキビに関してはこれとはまた別な原因でニキビが起こっている可能性があるんで、そこに関してはちょっと僕のは当てはまらないので、まずお医者さんに行っていただいて診断を受けるということをお勧めしますが、この顎周りに悩んでいる方はぜひ試してほしいですね。やる価値はあると思います。やっぱり本当鏡見るたび嫌になってたんで、このストレスが一つ減っただけで全然違いますね、毎日。